はい、負けおでございます。さあ、プロジェクトゾンボイド続きやっていきましょうということで、今回は、ライブ配信の後ですね、いろいろありました。で、まず一つずつ説明していきます。で、ライブ配信がキングスマストはメインで、ライブ配信8で、あと動画外の作業はオフラインで、2と8対2ぐらいの割合でやっていこうかなと思います。で、ライブ配信が8なんで、一応ライブ配信は探索ですね。キングマストの施設を探索しに行く場合は基本ライブ配信で、レベル上げをしたり、探索がし終わったところの物資を往復して取りに行くというような作業とか、あと建築とか、探索以外のやつですね、それに関してはオフ作業をやると。で、前回100ライブ配信の139話で負けを13号がいつものねいつもの負けおさんの悪いところがもう前面に出た。もう皆さんの静止を聞かずに突っ走ってしまい、そして噛まれるという、誠に申し訳ございませんでした。この場を借りて、ごめんなさいと。ただ13号はいい仕事をねしてもらってですね、3ヶ月生きることができましたと。でその間にも物資を集めたり、本拠点ですね、本拠点もかなり強い状態になりましたんで、13号はサクッといけるかなと、次爆誕してサクッといけるかなと思ったんですけど、かなりね13号が3ヶ月生きてたんでレベルが上がってたんですけど、またゼロになるということで、ライブ配信の後にすぐ本を読んで、レベルを上げる作業をずっとやっておりました。で、ようやくですねいきます。でダーンと、はい、そこそこいったんではなかろうかと。はい、これでだいぶもう動ける状態になったと。前回の14号よりちょっといい感じになった。13号よりも逆にちょっとレベル大工仕事もようやく7ですね。7目標の7まで行きましたんで、1日でこれやりましたよ。1日で昨日ってあれ言い方もおかしいな。前回の動画が終わってすぐですね、寝ずにやりました。もう責任を感じて、はい。でその後ですね、街中のこういう家の中のものをもう壊しまくりに行って、ずーっと壊してやってて、さあ家に帰ってきた、ブーンつって車で帰ってきたんですけど、ここで事件が起きました。はい、わかりませんよね。わかんないでしょう。実は前回ライブ配信が終わった時に、そろそろ発電機やばそうだなと思って、ここに2階にセットしてたんですけど、これをもしね燃えたらまずいなと思ってここに置いたんですよ。はい、一応で様子見ながらちょっとねレベル上げないと発電機も直せないんで、ここに置いて運用してたら、その探索じゃなくてレベル上げから帰ってきた時に、ちょうど駐車場に車が入った瞬間、すごい音がドガーンと、と思って、何今の爆発と思ったら、もうここから火の手が上がると。ここにもうファイヤーしてるんですよね。でもう負けは発電機が爆発したの初めてだったんですけど、爆発のその広さでかさっていうのはなかなかここに置いてたんですけど、
もうここら辺一帯がもうファイヤーしてると、結構な範囲だなと言いながら、もうバタバタどうしようどうしようどうしようってってなりながら、ここにねじょうろがあったんで、もうじょうろをもうすぐに取って、んでじょうろで水をわーっとかけたりしてたんですよ。ただもう火の回りがもう早くて、この角っこが燃えましたね。ここそれと、あとこっちに引火して、ここの角っこが燃えたと。一応今んとこまだその時レベル低かったんで、もうボロボロのやつレベル2かなこれ。一応それで、また家の状態にはしましたけど、でもね、大事な発電機はもう跡形もなくなくなってしまって、ここも黒くなってたんですよ。でもう砂利を敷き詰めて、ちょっと見た目綺麗にした感じですかね。そういう事件が起きました。もうこれもね、やっぱりいい勉強になったなと。発電機が爆発するところってなかなか皆さん経験ないとは思うんですけど、すごい音しますね。本当に爆弾が爆発した音、ドカーンそういう事件が起きまして、なんとか復旧したんですけど、その時にやけどしたんですよ。足をやけどして、もう骨折みたいな感じで、もうなんかもうこうギコギコもう足四つもうなんか引きずりながら歩く状態が、しかもなかなか治らない、もう全然治らない。それが1週間から10日ぐらい続いて、もう全然レベル上げの作業のスピードも遅れて、そこから10日間、もう手元でできることを少しずつやりながら進めていって、ようやく足が治って、でまたもう町の民家を探索じゃないね、もう中の家具を分解、でもう洗濯機とかも分解して板を取って、今度板取ったら今度ね、この何ですか、車両レベルも上げないといけない、車両整備ですね。車両整備も上げないといけないとか、もうかなり時間かかって、でなんやかんやしてあれから1ヶ月10日ぐらい経ちましたね。もう日付が1ヶ月過ぎました1ヶ月10日でようやく、それでこれですからね。もうだから2倍の労力がかかったと。前回3ヶ月間でここまで行ったんですけども、1ヶ月でここまで持ってきて、で先ほどですね、さらに鉄板が欲しいなと思って、今まで、調査したとこですね、もう調査し終わった施設に行って、で中の椅子とかドアとかいろいろ分解しに行こうと思って行ったんですよ。でゾンビさんがいたんで、ゾンビとこう戦闘になってたんですけど、それもねちょっとこれ以上やっちゃダメだよっていう攻め方をしながら、もう6時過ぎてたんですけどね、またグイグイいっちゃって、ゾンビにガブリガブリっていう音がしたんですよ。やってもたと。で血が出てて、もう紙きつだったらもう完全に心折れるぞと思ってみたら、すり傷、かすり傷なんだったっけ、なんとか傷だったんですよ。でギリこれね、数パーセントは多分ねゾンビになる確率あるなと思ったんですけど、次の日にはなんとか無事に治りましたと。もう最悪の事態を避けたと。もうこれでねまた死んで、これがゼロになったらちょっとね心が折れる。ちょっと考えないといけないと。もう死ねない、本当に怖いね。そんな感じでね、
でまた畑も作って、でこっちの方に少し樽を作ってですね、水が出る形のところを作りました。ちょっと水を汲みに行くのも大変だしですね、はい、本当はこっちに作りたいんですけど、ちょっとクラフト、本拠点のクラフトはもうまとめてまた、ここも壊すとは思うんですけどね、一気にやろうかなと。とりあえずの暫定処置ですね、今のこの状況は。はい。です。そんな感じで、1ヶ月、リアルな時間ではもうライブ配信終わって12時間ぐらいやってましたかね。6時間。あの後6時間やって、で、一旦寝て、そしてまた6時間と。で、夕方、もう7時ぐらいですか、今。で、もうこのままライブ配信をやって、発電機が1個壊れちゃったんで、不当の発電機をこっち側に持ってきたんで、不当のガソリンスタンドが使えない状態になってるんですよ。なので発電機をすぐさまゲットしたい。もうすぐにでも今ゲットしたい。で、さらに軍事施設行きましたよね。その時に発電機が1個あるっていうところが確かどっかの建物にあったんで、ちょっと次のライブ配信は、軍事施設を攻略プラス発電機をゲットしたいという目的で動こうかなと。次回はもう攻めます。はい、あともうちょっとね、今大工仕事が7までようやく上がったんで、階段が作れるようになったんですよね。階段、これがね、6で作れたんだ。7と勘違いしてた。アホだな、もう。アホなことまたやってもうたな。階段が作れるんで、不当のね、コンテナの積み上がったところが2階部分があったんで、あそこをちょっと動画外でまたやろうかなと。道具を回収しようかなと思ってます。で、それが終わったらライブ配信を来週ですかね。もう今日日曜なんで、もう遅いんで、来週の、ちょっと元気がある平日のどこかでやるか、もしくは金曜日にまたやりたいと思います。ということで、途中経過の報告でした。はい。いやー、大変だね。本当に。非常に大変。ゾンボイドライフ楽しんでいきましょう。もう雪も積もってきましたね。それでは、また。